東京 FM 山崎怜奈の誰かに話したかったこと。ここからはゲストコーナー、誰かに聞きたかったこと。今日はバンドハクからこのお二人をお迎えしました。ご挨拶お願いします。はい、皆さんこんにちは。ハクのギターボーカル愛とドラムのまゆです。お願いします。お願いします。今日も大阪から来てくださったんですか？ですね、そうなんいや違いますよ。昨日は名古屋でライブだったので。名古屋でライブか。そうね、大阪出身ではあるんですけど、はいはいはい、昨日は名古屋でライブで、その後来ました、東京まで。泊まって、そうですね、こっからっていう。はい。でもなんか、聞くところによると、今放送前にね挨拶普通にしてたんですけど、予習してきてくださってどういうことですか？いや、このラジオに出るって決まったので、はいはい、ちゃんとやっぱ聞いとこうってので2人でめっちゃ聞きました、はい、ラジオ。どういう人間か得体が知れないからちょっと怖いから一応聞いとこうって言って。いやそういうことじゃないんですけど、ね。でもラジオもともとお好きなんですよね。そうですね。たまに BGM 代わりに流したりとかしてるだけなんですけど、聞いたりはしてます。そうだから普段名古屋にいるとね、この番組入らないんで、電波的には普通に、はい、あれと思ったらラジコプレミアムに加入してて課金してるって言って、はい、課金税ですね。だから課金するぐらい。普段何聞くんですか？ほんまに出てきたやつを押して聞いてる、はい、ザッピングしてるんですね。はい、で気に入ったのがあったら聞いてるみたいな。そうですね。特にこれって言ったのはないんですけど。そうなんですね。はい、でハク初登場なので、ちょっとプロフィール的なところから伺いたいんですけど、これ4人でバンドやられてまして、もともとどうやって結成されていったんですか？もともとはこのドラムの前と、私ギターボーカル愛が高校一緒で、ギターのナズナとベースコーラスカノも違う高校で22で一緒だったんですよ。でそこから高校生限定の音楽サークルみたいなのが開かれてるところがあって、そこにたまたま4人がこう合致してというか、外部で。そうです、外部でたまたま会って、そこの先生になんか、パートも分かれてるし、組んでみたらっていうのでバンドが始まりました。その時は相性とか分からないじゃないですか。全く分かんないですよね。けど組んでみようってなったんですか？言われてみたし、一回やってみるかと思って。前向き。めちゃめちゃ人見知りとか全然しないタイプですか？いやする。めっちゃします。愛とまゆはよくね、よく結構ここの2人が人見知りのタイプで、でも同じ高校だったのに、そこまで仲良くもない状態で。そもそももう今めっちゃ仲いいんですけど、そもそもそんなに仲良くない状態で。そうですね。なずなさん、かのんさんが歩み寄った感じですか？歩み寄ってきてくれたよね。そうなんだ。2人はすごいコミュ力が高い。今日いない2人はコミュ力が高いということで。お互いの第一印象って覚えてます？高校時代一緒だったとはいえ、そんなね共通点なかったみたいな。なんていうの、ちょっと元気な感じがしました。まゆさんは本当にバンドが大好きな子っていうイメージ。ライブめっちゃ行くっていう。確かに。学内一緒にいてそういう話って回ります？だって軽音が一緒だったので、それで好きな音楽とかをこう喋ってる姿見て、めっちゃ好きだなこの子みたいな。確かに思いました。まゆさんから見て愛さんどういう印象だった？その時金髪じゃなかったですもんね。そうですね。もう黒髪のでも髪型今と一緒でボブ、ショートボブだったんですけど、第一印象はとりあえず最初は可愛らしい子やなって思ってたんですけど、ライブで軽音でこの歌ってはるじゃないですか。めっちゃ歌うまい子やなと思って、歌姫って感じ。その時何歌ってたんですか？その時は阿部真央さんのロンリーとか、あとはもうインディゴラエンドの瞳に映らないとか、なんかもういろいろやってました。別にボーカルどっちでもいけるっていうか。そうですね。男性でも女性でも、そのバンド当時組んでたバンド、校内で組んでたバンドが結構どっちも何でもやりたいみたいな感じで、曲をやるみたいな感じだったので。そうなんですね。それ聞いてて、いいなとは思ってた。めっちゃ素敵やなって思ってました。自分はそんな歌えないんですごいいいなって思いながら見てましたね。そうなんですね。ゆくゆくそこで出会って組んで、でもまずもうみんな知らない人だったりとかするから、最初とかね、なんかそれこそどんな音楽好きかとか、そういうところからすり合わせていくんですか？そういうところからもあったし、やっぱサークルで組んだので、サークルで例えば
なんか課題曲みたいな曲があるんです。みんなでこの曲練習して、演奏しましょうみたいな。でそこからこうグルーブをこの人のグルーブをつかむじゃないけど、こういう感じのノリなんだなみたいなのを掴んでた記憶があります、ね。なんかそれによってこうバンドの音色というか、どういう曲作ろうかなが生まれてきたりとか。でもこういう曲作りたいみたいなのがまだ4人で組んだ当初はなくて、そうやね。そうなのでがむしゃらに1回1曲作ってみようとか、ジャンルを決めずに作ってたところありますね。そうですね。でもそれ方向が定まってない時にそれやり始めるってめちゃめちゃ大変じゃないですか。もう何したらいいか分からなかったよね。とりあえず曲を誰が引っ張っていくんですかそれ。でもあれじゃない、愛作ってくれてたから結構スタジオでこれやってみようみたいな言ってくれてたと思いますね。まあぐちゃぐちゃやったけどそうやね。もともと引っ張るの得意なタイプ。いやもう全然得意指をぴょん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 横に揺らしてますけど、そういう人だけど頑張ってるんだなっていうのが分かってるからみんなついていくというか、そうですね。こう普段はふざけたこともするんですよ。愛はなんかすごい面白い人なんですけど、曲とか音楽ってなった時にその入り方がめっちゃかっこよくて、曲すごいの作ってきてくれるし、やっぱすごいなこの人みたいな思ってますね。でもなんかドラムとしてもやりがいがあるというか。そうですね。頑張ろうって思います。難しいの注文してくるなとかあるんですか？あります。あるんだ。あるんだ。どういう時に思うんですかそれ。やっぱ新曲でこうデモでこうドラムを入れて送ってきてくれるんですけど、ドラムをね叩かないじゃない愛は、だからドラマーやったら普通は考えつかないビートとかを送ってこられて、やりたくないけどでもかっこいいからやりたいなみたいなで新曲が出るたびにちょっとずつレベルアップしていくっていう。でも愛さんその自覚はあるんですか？ありますね。ちょっとずつ難しく手数っていうか、こうドラム叩く想像した時に、なんかいやこれ右手でいきたいけどなんか手足りひんなこれみたいな。足りひんけど、そこはまあ眉にアレンジしてもらってでいいかなみたいな。でもそれに絶対に食らいついてくるところが本気ですごいと思ってて。ストイックだ。本当ストイック。スティッチが入るとめちゃくちゃストイックです。まあでもね、要求されたら答えたいなみたいな気持ちもあるし、はい。しかもいいものだっていうのは分かってるし。いや、そうなんですよね。やった方がいいなみたいな感じでも難しいこと言ってくるな。そうですね。あと一本足りないけどなみたいな、思うんですね。いやでもなんかお互いへのリスペクトもすごい感じられますけれど、2019年結成なので、今年で結成7年を迎えてまして、2022年ですね、4年前には SNS に投稿したもののあわれのカバーバージョンがスパイクしまして、海外からもたくさんね反響があったりとか、それを機にこう SNS に対するコメントも海外からのものを多く寄せられるようになったんじゃないかなと思いますけど、どんな変化がありました？本当に最初、いわゆるバズが起きた時は、びっくりが一番最初に、めっちゃびっくりした。本当に SNS どうやって投稿していこうかなっていうのをすごい考えた時期でもあったんですけど、やっぱそのカバー動画がバズったので、それだけが先行したらどうしようみたいな不安もあって、でもその後毎日1投稿してるんですけど、それを続けていったおかげもあって、白の曲もちゃんと紐づいて、海外のお客さんにも日本のお客さんにも広がったので、とても良かったなと思います。SNS 担当みたいなのいるんですか？4人の中で。みんなで手分けして。そうですね。1日1投稿って結構ね、やばい、大変ですよね。そうですね。やらないと。だからもう写真とかでも結構撮りだめじゃないけど、とかやっぱライブの映像をこうマネージャーが撮ってくれて、それをつなげてくれてみたいな。でもそうやってまめにコツコツ種まきしてるから、ファンの方がこう届いていって、そして昨年メジャーデビューということですけれども、だから昨年から海外でもライブをしていて、日本でもさっきね名古屋で昨日あったっておっしゃってましたけれど、どうですか？メジャーデビューしてからの生活とか変わりました？もう私はなんていうんだろう、めちゃくちゃ変わったっていうよりかは、こう緩やかにどんどん自覚と物理的な忙しさとっていうか、なんかそういうのを自覚しましたね。愛さんの中でその変化があった？ありました。やっぱバンドの中でも
こう方向性もだし、スピード感とかどうやっていったらいいんだろうっていうことをすごく悩んで、今もいっぱい悩みはあるんですけど、楽曲とか好きなことができてるので、頑張ろうっていうふうに思えてます。そっか、なんか好きなことできてるけど純粋な忙しさってね追いつけなかったりするけど、みんななんかやっぱりなんかタフというかストイックなところあるんですかね。でもまだまだよね。まだまだめっちゃ忙しいとはこう思わないようにしてるというか、まだいけるみたいな、疲れたなって思う時あるけど、いやみたいな、もっと忙しい、もっとこう進んでいきたいなっていう気持ちは結構あって、でもメジャーデビューしてからはする前よりもっとやらなっていう気持ちが増えたので、めちゃくちゃ前より前向きに自分はドラムに結構ストイックにやろうっていう気持ちが増えましたね。そういう意思確認って4人の中でしたりするんですか？なんかそういうミーティングじゃないけど、そういう話になった時は伝えたりします。そうだね。最近ラフに小出しにすることありますけど、小出しに確かに、ライブ前とか小出しにしたりとか、やっぱ曲ができた時にここ目指したいねとか、そうだね、軽くやる関係では、はい、カチッと集まってするよりもなんかちょっとしたタイミングで、あそこもっとああしたいよねとか、このあとこういう風に動きたいよねって言えた方がなんかその距離感でいられることってすごい大事だったりしますもんね、きっとね。そうですね。さあ、そして今月新曲宇宙船ハート号デジタルリリースされまして、作詞作曲が愛さん、アレンジにはハクの皆さんが参加しているということなんですけど、ちょっとリスナーさんに聞いていただく前にですね、この曲の聴きどころといいますか、全部ではあるんですが私はめっちゃ可愛いなと思いました。ありがとうございます。歌声の可愛さもそうなんですけど、なんかその音の作りのなんか細かさもですし、なんか全部が全部を引き上げてるというか、なんかそれぞれの良さがすごい際立ってるような気もしてて、でミュージックビデオが全編アニメーションで、ハクにとって初めての試みということですけど、なんかその MV のキラキラ感とも合ってて、なんかめちゃめちゃ新鮮でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ハクご自身といいますか、愛さん、まゆさんからの推しポイントは？やっぱり私はもうギターのナズナのギターフレーズとやっぱ音色にすごくこだわったので、最初こうやっぱ聞いた時につかみってくるのがナズナのギターだと思います。フランジャー使ってて、それがめちゃくちゃ宇宙感を出しているというか、確かに、音作りにこだわったので聴いてほしいです。どうでしょう、まゆさんは？私もそのナズナのギターのその音、宇宙と交信してるような音好きっていうのもあるんですけど、自分の、ドラムに関してはビートがボサノバっぽい感じがあって、それが今までにハクの曲の中になかったので、推しポイントです。初の試みだったですね。あとアウトローのベースとかもめちゃめちゃかっこよくて、かっこいい、あれやばい。そうなんです。ちょっと聞きどころが多いのでちょっと聞いていただきましょう。曲紹介お願いしてもいいですか？はい、それではお聴きください。ハクで宇宙船ハート号。お送りしたのは本日のゲスト、ハク宇宙船ハート号でした。これで曲作っていって、最初からこの完成形じゃなかったってみんなで持ち込んで宇宙感が増してったっていうね。そうなんです。すごいですよね。本当にすごい一曲一曲面白いし、あと各パートのなんか主役どころというか、なんかめちゃめちゃ目立つところがあるので、ぜひライブでもね見ていただきたいなと思いまして、10月からアルバムリリースツアー全国15カ所で開催されます。関東は初日10月30日千葉ルック、そしてツアーファイナルが来年1月31日ゼップ新宿で行われます。現在先行チケット受付中ということで、詳しくはハクの公式ホームページや SNS をご覧ください。でそして土曜日日曜日に結構告知、新しい解禁が多かったんですけど、来月8日には新曲「一心」をリリース。こちらテレビアニメ「手札が多めのビクトリア」のオープニング主題歌ということで、これもね楽しみですね。どういう風に流れるのかとか。初めてのハクにとっては初めてのアニメのタイアップだったので、もう気合と力を入れて作りました。すごいですね。だからタイアップの曲の作り方もまた普段と全然違ったでしょうし。違いますね。もう本当に違うんですけど、その作品を読んで気持ちが入りすぎてもなんか書けないし、
観的に見てのこのバランスがすごく大事だなっていう風に気づかされましたね。そうなんだ。やっぱりまゆさんも横で見ててそれは思いました？でもすごい曲自分が寝てる時もすごい作ってくれてるので、なんか頑張ってくれてるなって思って、完成した曲を聴いた時にめっちゃかっこいいと思って。それ言ったりするんですか？すぐいいねって。はい、かっこいいねって個人 LINE とかでも、この曲バリーやばいその仲間をこう鼓舞していく感じなんだ、すごいいいと思ってベストパートナーじゃないですか本当に。イエーイもう本当になんかでもめちゃめちゃ仲いいのがなんか空気感からも伝わるし、皆さんのアーシャ見てると顔の系統バラバラなのになんか雰囲気一緒みたいなめっちゃところが出てるので、ぜひ4人揃った姿をですね皆さんに見ていただきたいところなんですけど、9月9日にはメジャーファーストフルアルバム「世界が変わる時」もリリースされます、これもねドキッとするタイトルでちょっと仕上がりが楽しみなんですけれども、ちょっとぜひぜひ楽しみにね皆さん白からのまた続報を待っていていただけたらと思います。お願いします。改めましてあっという間でしたけれども、この時間のゲストはバンド白からボーカルギターの愛さん、ドラムのまゆさんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。